トールーファを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はトールーファを作りたいと思います。このトールーファなんですけれども、各国によってね、ちょっと呼び名が変わったりします。このトールーファはね、一体何かと言いますと、豆乳をですね、お豆腐よりも少し柔らかい食感に仕上げた、とてもヘルシーなスイーツです。固め方もね、いろいろあるんですけれども、今回はですね、手軽にゼラチンで固めて、さらに電子レンジで作れる方法をご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは、どうぞ。それではまずはじめにプレーンタイプから材料をご紹介します。材料はこちらです。無調整豆乳、お砂糖、粉ゼラチン、お湯、黒蜜。プレーンタイプはこちらの材料で作っていきます。トールーファ自体は豆乳、お砂糖、粉ゼラチン、お水、この4つの材料で作っていきます。最後仕上げにね、黒蜜をかけたいと思います。今回こちらはですね、無調整豆乳を使ってるんですけれども、調整豆乳を使っていただいて、お砂糖の量をね、調整して作っていただいても OK です。それでは続いて抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。豆乳の抹茶味、粉ゼラチン、お湯、黒蜜。抹茶味はこちらの4つの材料で作っていきます。今回使うね、豆乳の抹茶なんですが、こちらキッコーマンの抹茶味を使っていきます。こちらはですね、もうすでに甘さがついてるので、お砂糖は使わずに作っていきます。なんですけれども、ちょっと甘めがお好きな方はね、お砂糖を加えていただいても OK です。あとはですね、今回抹茶なんですけれども、他にもいろんなフレーバーが売ってますので、お好みのフレーバーで作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにプレーンタイプから作っていきます。まずこの粉ゼラチンをお湯で溶かします。器に粉ゼラチン、そしてお湯を入れましょう。これをよく混ぜます。はい、OK です。今ね、30秒ほど混ぜました。30秒ほど混ぜるとね、まだこのようにつぶつぶが残ってます。こちらを一度電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このように透明感が出てゼラチンのつぶつぶがなくなるまでしっかりと溶かしてください。ではこちらはですね、使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて耐熱のボウルの中に豆乳を加えます。そしてここにお砂糖を加えます。そしてこれを一度ね、軽く混ぜてください。お砂糖はね、このままでも溶けるんですけれども、この後ゼラチンと混ぜるので、一度豆乳自体を温めて、それでお砂糖も一緒に溶かしたいと思います。ではこちらを電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、加熱しました。そしてお砂糖を完全に溶かしましょう。この時にまだ豆乳が冷たい時は追加でね、ぬるくなるぐらいまで加熱してください。はい、OK です。あとはですね、こちらの溶かしたゼラチンと合わせていきます。この中にそのまま入れましょう。そして混ぜます。この時に先ほども言ったんですけれども、豆乳が冷たいとゼラチンのつぶつぶが出てしまったりするので、必ずね、ぬるくなるぐらいまで豆乳を温めて、そしてゼラチンと混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。それでは容器の中に入れて固めていきます。容器の中でね、固めるのが面倒な場合は、このまま固めていただいても OK です。私はね、一応容器に入れて固めたいと思います。では流し入れます。で、今見ていただくと分かるんですけれども、上にね、少し泡が浮き出てきてます。そういった場合は、ラップを取っていただいて、一度表面に貼り付けます。そして取りましょう。そうするとこのようにね、浮き出た泡を取ることができます。もしね、気になる時はやってみてください。そしたらですね、今この生地は少し温かいので、しっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で半日冷やします。それでは続いて抹茶味を作っていきます。まずこちらも同様に最初に粉ゼラチンを溶かしましょう。器に粉ゼラチン、そしてお湯を加えます。これを混ぜましょう。豆乳と粉ゼラチンの割合なんですけれども、 100ml に対して粉ゼラチンを 1g 入れるようにしてください。なので作りたい分量でね、作る時はそういった計算で作っていただくといいかなと思います。はい、30秒ほど混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。
はい、OK です。こちらも同じようにゼラチンの粒々がなくなって透明感が出るまでしっかりと溶かしてください。ではこちらは使うまでこのまま置いておきます。そうしましたら続いてこちらの抹茶の豆乳を耐熱のボウルの中に入れます。こちらはお砂糖などを入れないのでこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。こちらも同様にですね、ちょっとぬるいぐらいになってれば OK です。そうしましたらここに溶かしたゼラチンを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。ではこちらはね、タッパーの中で冷やし固めたいと思います。こっちも同様にね、このままボウルで冷やし固めていただいても OK です。ではこの中に注ぎ入れます。そして泡々を取り除きます。はい、OK です。それではこちらも同様に一旦粗熱を取って、その後冷蔵庫で半日冷やします。はい、冷やし固まりました。こちらが豆乳のトールファです。こんなにプルップルでとても柔らかい食感に仕上がってます。そしてこちらが抹茶味です。抹茶味もプルプルに仕上がりました。ではね、こちら器に盛って仕上げたいと思います。スプーンですくって器に入れたいと思います。プルップルですっごく柔らかいです。少しね、大きめのスプーンでね、すくっていただくといいと思います。もうプルップルです。はい、このようにプルプルです。そして最後黒蜜をかけます。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がってますね。それではもう片方抹茶もね、すくいたいと思います。プルプル。はい、こんな感じでプルプルです。ではこちらも黒蜜をかけます。はい、これで完成です。はい、これでプルプル食感のトールーファの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがプレーンタイプ、そしてこちらが抹茶タイプのトールーファです。このようにね、とてもプルプルで柔らかい食感に仕上がってます。そしてこちらが抹茶味です。こちらもプルプルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず最初にプレーンタイプからいただきます。プルプルですっごく柔らかいです。ではいただきます。美味しい。甘さもちょうどいいし、何よりも口の中に入れた瞬間にとろけます。美味しい。もうね、すっごく柔らかいです。そして滑らか。美味しい。では続いてこちら抹茶味もいただきます。いただきます。あ、抹茶味も美味しいですね。こちらにはね、お砂糖入れてないんですけど、お砂糖を入れずに作ったぐらいの甘さがちょうどいいです。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のトールーファのポイントです。まずプレーンタイプの方なんですけれども、こちらは無調整豆乳を使いました。調整豆乳を使う場合はお砂糖の量はお好みで調整してみてください。さらにですね、今回は抹茶味も作りました。こちらね、今ね、いろんな豆乳が出てるので、お好みの豆乳でね、作っていただいて OK です。この味付きの豆乳を使う場合はお砂糖は入れずに作っていただくとちょうどいいかなと思います。ただね、少し甘くしたい場合はお砂糖を加えていただいても OK です。そして今回はゼラチンで固めました。このゼラチンはですね、豆乳 100ml に対して 1g 入れていただくととても柔らかくてプルプル食感に仕上がります。もしね、少し固めがお好きな方はお好みで増やしていただいても大丈夫です。そしてこちらのゼラチンなんですけれども、必ずね、お湯でしっかり溶かしてから混ぜ合わせるようにしてください。この豆乳とゼラチンを合わせる時に、豆乳自体が冷たいとゼラチンを加えた時に粒々が出てしまう時がありますので、必ず豆乳を温めてからゼラチンと混ぜるようにしてください。あとはですね、もう冷やし固めるだけなのでとても簡単です。今回ね、すごく柔らかい仕上がりにしてるので、少しね、固めるのに時間がかかるかもしれません。だいたい半日ぐらいね、しっかり冷やし固めていただくと綺麗に固まると思います。あとはですね、お好みで黒蜜をかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。さっぱりしてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトールーファを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。